はい、皆さんこんにちは、高谷です。本日は2024年7月13日です。今回は HKT48 劇場で開催されるひまわり組パジャマドライブ公演の千秋楽を見に行きます。ありがたいことに千秋楽公演に当選することができました。また、パジャマドライブ公演の代わりに実施される逆上がり公演初日にも当選しました。僕は11年以上ファンを続けていますが、千秋楽と初日、どちらも当選したのは初めてです。どちらの公演もいつも通り動画を出すのでご視聴よろしくお願いします。この動画ではパジャマドライブ公演の歴史やエピソード、千秋楽の感想などを述べています。見どころばかりなので最後までご視聴よろしくお願いします。このタイミングでパジャマドライブ公演の歴史を振り返りましょう。パジャマドライブ公演は HKT48 は過去に2回行ったことがあります。1期目は2013年11月2日から2015年12月14日まで。2期目は2022年8月4日から2024年7月13日までの期間開催されています。1期目は1期生から3期生、ドラフト1期生と2期生まで出演経験があり、2024年6月時点の現役メンバーの中では9人しかいません。今でこそアイドル歴9年から12年のベテランメンバーたちですが、当時はデビューして半年から2年の若手メンバーでした。最年少は当時12歳の今村まりあちゃんでした。ちなみに初日公演の出演メンバーは秋吉ゆか、穴井千尋、宇井真白、太田愛香、岡本直子、児玉遥香、指原莉乃、田島メル、谷まりか、友永美代、淵上舞、松岡夏美、宮脇さくら、村重杏奈、本村葵、森安まどか。純情主義のバックダンサーは栗原さえ、田中美久、岡園葉月、矢吹奈子、山内優奈、山下エミリーでした。同時にこの日は3期生のお披露目があった日でもあります。本日の千秋楽の出演メンバーは後で紹介しますが、11年も時間が経つとこれだけメンバーが入れ替わるのだなと実感します。2期目は4期生から6期生、ドラフト3期生も出演経験があり、7期生以外の現役メンバーは全員出演しています。セットリストは同じですが、この7年間で半分以上のメンバーが入れ替わり、ベテランと若手が共演することで、ベテランメンバーは昔を思い出させてくれる、若手メンバーはこれからの成長を見届けられるなど、どちらの良さも目立つ公演でした。ちなみに2期目の初日公演の出演メンバーは石橋いぶき、市村愛理、今村まりや、川平ひじり、後藤ひなの、武田智香、竹本くるみ、田中伊織、豊永明、馬場さやか、松岡夏美、松岡花、村上若菜、本村葵、山内優奈、山下エミリーでした。わずか2年間で16人中6人も卒業しており、時間が過ぎるスピードが速いなと思いました。もともとこの公演は公演演目の数を増やし、ファンが今まで以上に劇場公演を楽しめるようになること、メンバーのさらなるスキルアップを図ることを目的に始まりました。他のチーム公演と異なり、全体的にダンスが簡単な曲が多いので、メンバーからのレッスンをもらいやすい。当時はチーム公演の当選倍率が高く、なかなか当選しないファンが公演を見に行けるなど、我々ファンにとってとてもありがたい公演でした。また、多くのメンバーの記念日にもなった公演でもあります。今ではベテランメンバーである豊永あきちゃんや松岡花ちゃん、今村まりあちゃんはこの公演で公演デビューしています。豊永あきちゃんは5周年記念の懐かしの思い出公演で記憶にも記録にも残るパフォーマンスをしたいとウェルカムボードに書いていました。3期生のお披露目もこのパジャマドライブ公演の初日で行われています。多くのファンとメンバーの思いが詰まったパジャマドライブ公演も本日2024年7月13日をもって千秋楽を迎えます。そんな最後のパジャマドライブ公演の出演メンバーは生野里奈ちゃん、伊沢美優ちゃん、石橋いぶきちゃん、井原杏奈ちゃん、今村まりあちゃん、江口ココアちゃん、大内凛香ちゃん、大場里咲ちゃん、川平ひじちゃん、北川ひいろちゃん、栗山里奈ちゃん、立花心ちゃん、田中伊織ちゃん、豊永あきちゃん、森崎さやちゃん、柳瀬玲也ちゃんです。千秋楽らしく出演メンバーはこの公演の出演回数の多いメンバーが中心です。また石橋
橋いぶきちゃん、今村まりあちゃん、川平ひじりちゃん、田中いおりちゃん、豊永あきちゃんの5人は2022年開始の初日公演にも出演しました。個人的には2013年開始の初日公演に出演した秋吉ゆかちゃんと淵上舞ちゃん、そして当日お披露目され一部のメンバーはバックダンサーとして出演した3期生が1人も出ないのは少し残念でした。今村まりあちゃんと豊永あきちゃん以外は全員5期生と6期生メンバーであり、16人中10人はグループに加入してまだ2年の6期生です。初期の頃から出ていた公演なので、この2年間の成長がとても楽しみです。千秋楽の感想は動画の後半で詳しく話します。それでは時間なのでパジャマドライブ公演千秋楽を楽しんできます。公演が終了しました。劇場前は当選者はもちろんロビー鑑賞に来た多くのファンで賑わいました。劇場内は立ち見席を含め全ての席が埋まり、満席での千秋楽公演でした。そんな中、僕の座席番号は7番で最前列のほぼど真ん中の席から公演を見ることができました。チーム警報制服の名公演の千秋楽は1番、6期研究生公演の希望のつぼみ公演千秋楽は16番だったので、千秋楽の座席運はとても良いのだなと思いました。千秋楽なので出演メンバー全員が1人ずつ感想を述べ30分程度押すと思っていましたが、そのようなことはなく通常公演とほぼ変わらない時刻に終了しました。それではこれから今回の千秋楽をセットリストをもとに公演開始から終了まで振り返ります。それではオープニングの楽曲から振り返ります。まずはじめは初日です。楽曲が始まる前のエンジンは豊永あきちゃんが担当しました。冒頭にも説明をしたように8年前にこのパジャマドライブ公演でデビューしています。また最近は舞台とミュージカルにも出演していて全く公演に出ることができませんでした。本日の公演は千秋楽でありながらあきちゃんにとっては約2ヶ月ぶりの劇場公演でもありました。ちなみに皆さんご存知だと思いますが、オープニング曲の初日はAKB48 の渡辺真由さん自身のエピソードを歌詞にしたものです。自己紹介 MC のお題がパジャマドライブ公演の思い出でした。伊原杏奈ちゃんはこの公演をきっかけにキャッチフレーズを変えたこと、立花心ちゃんはチャーハン部で鏡の中のジャンルダークをやったこと、これが藤野ココアちゃんと仲良くなったきっかけらしいです。江口ココアちゃんは多くのポジションをしたこと、センターポジションや曲振りをする機会も多かったです。大張咲ちゃんは初出演の時振りを間違えすぎたみたいで、それがきっかけでなぜか地頭絵ねねちゃんと仲良くなり、ねちゃきというコンビ名を作れたこと。今村まりあちゃんは9年前まだ身長が低く自分専用の衣装や低いラックがありました。みんなと一緒の衣装が着れるまで成長できてよかったと言っていました。栗山里奈ちゃんはよっしゃ HKT という曲でメンバーの名前を下手側から順に呼んでいくところがあるんですけど、両度なれか偶然おらずフルネームで栗山里奈ちゃんと呼んでもらえたのがパジャマドライブ公演の思い出だと言っていました。森崎さやちゃんは初出演の時の MC のお題が推しメンのメンバーだったみたいで、その時は他園葉月ちゃんと言ったそうです。これをきっかけに先輩と仲良くなったみたいです。大内凛香ちゃんは今日の千秋楽と言っていました。あまり千秋楽に出る機会はないので精一杯楽しむと意気込んでいました。石橋いぶきちゃんはこの公演で5期生と仲が深まったと言っていました。柳瀬玲也ちゃんはこのパジャマドライブ公演が公演デビューと言っていました。もともと別に公演があったみたいなんですけど、台風の影響で中止になり、代わりにデビュー公演となったのは他のメンバーが休演したことによる急遽出演だったので、初めて劇場公演に出た時はほとんど自分のファンはいなかったみたいです。唯一一人だけ当日券で立ち見席の後ろの方で自分のうちわを持って来てくれた人がいたみたいです。今ではうちわを持ってくれるファンが増えて嬉しいと言っていました。北川ひろちゃんは初めてパジャマドライブ公演に出演した時と同じポジションでした。当時は同期が一人もおらず不安でしたが、その時先
先輩が話しかけてくれたみたいです。川平ひじちゃんは伊沢美優ちゃんの変なところを見れてよかったと。生野里奈ちゃんはメンバー全員が今まで以上に笑顔で元気だったこと。伊沢美優ちゃんは一番出た公演がこのパジャマドライブ公演で MC で話せるようになったこと。初めはダンスを間違えないことが一番でしたが、今では楽しむことが一番になり成長できたと話していました。田中伊織ちゃんは普段関われない先輩や後輩と多く関われたこと。最後に豊永明ちゃんは5周年の時のリバイバル公演で公演デビューした時の話をしていて、当時はもちろん全員先輩だったんですけど、今では後輩がたくさんできて成長を見届けられた。特に生野里奈ちゃんは成長したと言っていました。自己紹介 MC が終了し、ここからはユニット曲に入ります。今回のユニットですが、いつもと変わった点はありませんでした。天使の尻尾は大場梨咲ちゃんがセンターで、橘心ちゃんと伊原ハンナちゃん。パジャマドライブは今村マリアちゃんと江口ココハちゃん、大内凛香ちゃん。純情主義は石橋いぶきちゃん、栗山里奈ちゃん、北川ひいろちゃん。デモデモの涙が森崎さやちゃんと柳瀬玲也ちゃん。鏡の中のジャンルダルクは豊永明ちゃんがセンターで、伊沢美優ちゃん、生野里奈ちゃん、川平ひじりちゃん、田中伊織ちゃんが披露しました。冒頭から話をしたように、パジャマドライブ公演が豊永明ちゃんにとっての初めての劇場公演だったのですが、その時に出たユニットが鏡の中のジャンルダルクです。ポジションは今回の伊沢美優ちゃんと同じポジションでした。ちなみに当時の出演メンバーは酒井萌香ちゃん、清水里央ちゃん、宮崎園ちゃん、豊永明ちゃん、センターが指原里乃さんでした。また前日の7月12日は4期生がお披露目されて8周年でした。そして本日7月13日から9年目となります。ユニット分け MC では生野里奈ちゃんの成長についてメンバーが話していました。特に初期の頃と比べるとかなり話せるようになりました。 MC 終了後は通常公演と変わらず続きました。ちなみに命の使い道のセリフを担当したのは森崎さやちゃんで、おじさんお金持ってるでした。その後の MC ではこの公演のエピソードについて話していました。田中伊織ちゃんはこの公演で後輩と仲良くなれた。大内凛香ちゃんは初めてこの公演に出たのが急遽出演だったので、リハーサルではうまくいかずに不安だったみたいなんですけど、なんとか記憶に残る思い出がいっぱいの公演になったそうです。橘心ちゃんは過去に6期生だけでパジャマドライブ公演を行った時を振り返っていました。後半 MC では江口ココハちゃんはパジャマドライブ公演のグループ LINE について話をしていました。基本的に卒業すると退会するメンバーがほとんどみたいなんですけど、残ってるメンバーもいるみたいで、特に卒業した後藤ひなのちゃんは今でも業務連絡やメンバーのポジションなどを詳しく見ているらしいです。他にも今村マリアちゃんが6期生のダンスの先生をしていた時のエピソードについても聞くことができました。最後の MC では公演の感想を4人のメンバーが述べていました。柳瀬玲也ちゃんがこの公演で劇場公演デビューをしており、当時は持病がまだ治っていなかったみたいで、前半の4曲も踊りきれるかわからないほど体力がなかったのですが、いつの間にかダンスの振りを真似されるほど大きく踊れるようになって嬉しかったと言っていました。川平ひじちゃんは現役の HKT48 メンバーの中で最も多くこのパジャマドライブ公演に出演しました。おそらく100回ぐらいは出ていると思います。今村マリアちゃんは9年前は一番後輩でしたが、本日の千秋楽の出演メンバーの中では一番先輩となり、メンバーは大きく変わりましたが、昔から変わらないところも多くあり、そこに HKT48 らしさを感じたと言っていました。豊永明ちゃんは初めは先輩ばっかりでしたが、気づけば後輩が増え、後輩が2回目の公演の形を作ってくれた。ひまわり組は HKT48 らしさが詰まっていると話していました。最後は白いシャツを披露し、本日の公演は終了しました。以上でパジャマドライブ公演千秋楽が終了しました。フォークスタンモールに劇場があった2013年から始まり、演目変更とひまわり組の一時休止を挟み、2022年に再演され、本日の公演で千秋楽となりました。17日からは逆上がり公演が始まります。これで当分の間パジャマドライブ公演はありません。この公演は11年間の長い歴史と多くのファンに支えられてきました。また多くのメンバーがステージに立ち、ファンとの思い出を作り続けてきました。今回の千秋楽は非常に感慨深いものでしたが、終わりがあるからこそ新しい始まりがあります。これからも新しい公演でメンバーのさらなる活躍と笑顔を見ることができれば嬉しいです。次回は逆上がり公演初日です。その時の動画も投稿するのでご視聴よろしくお願いします。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画
動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。